皆さん、こんにちは。たくさんの人が子供の時から世界旅行を夢見ていますよね。もし人気の観光名所に行くのが気乗りしないなら、これからご紹介する10の場所にたどり着くことは絶対にできないでしょう。もちろん、もしご自身の健康や命を危険にさらす準備ができているなら話は別ですが。というわけで、この世で最も行ってはならない場所を10個早速ご紹介しましょう。北センチネル島、インド。北センチネル島はベルガン湾のアンダンマン諸島に属する島。公式にはインド連邦が管理している島ですが、この島に住む危険な原住民センチネル人は他の文明との接触や外部からのあらゆる干渉を拒んでいます。学者の説によると、センチネル人は6万年もの間他の文明との接触を避けているとのこと。センチネル人たちは自分たちのテリトリーを守ることに積極的で、よそ者とあれば殺すこともいといません。彼らに襲われた最近の犠牲者は彼らのテリトリーに迷い込んだ漁師たちです。漁師たちが殺された後、インド政府は北センチネル島に近づかないよう国民に呼びかけました。もちろん私からも皆さんには北センチネル島に行かないことをお勧めします。スルツェイ島、アイスランド。1963年、アイスランドで海底火山が噴火し、面積 2.7 メートルの新しい島が出来上がりました。アイスランドの最南端に位置するこの島は、現代に形成された数少ない島のうちの一つです。この島はすぐにさまざまな国の学者たちの関心を引き、神道の形成、すなわち新たな生命が地上に誕生した例となりました。北欧神話に登場する巨人スルトにちなんでスルツェイ島と名付けられたこの島には、学術的研究以外の目的で訪れることはできません。学者以外の人々にとってスルツェイ島は立ち入り禁止区域なのです。グリュナード島、イギリス。1942年、イギリス政府はスコットランドのグリュナード島を購入し、生物兵器の実験を行いました。目的は炭疽菌爆弾の実験。実験の過程で炭疽菌はグリュナード島領域を汚染し、またその致死率は 95% であることが究明されました。1980年までの間、グリュナード島は世界で最も危険な場所でした。1986年になって学者たちはようやくこの恐ろしい島の除染作業を開始し、1990年に訪問可能となったことが告知されましたが、いずれにせよ島に移住した人は一人もいません。専門家たちはまだ炭疽菌の芽胞が島の土壌に残っていると警告しています。つまりグリュナード島はまだまだこの先100年は危険なままだということです。ポベリア島、イタリア。公式には観光客は立ち入り禁止とされるポベリア島ですが、それでも神秘的なものが大好きな人々はこの島を訪れることを諦めようとしません。というのも、この島にはとある恐ろしい逸話があるのです。ペストが蔓延した16世紀、ポベリア島にペスト感染者が運び込まれ、患者の遺体は疫病を食い止めるために焼かれました。1922年には島に精神病院が建てられましたが、この病院について恐ろしい伝説がささやかれるようになりました。医者が患者に人体実験を行い、また職員や患者が幽霊を目撃し、頭痛を訴えていたと言われています。
島には多くのあだ名が存在します。例えば地獄の門、迷える魂の隠れ家などです。結果として島は現在放置された状態で、漁師でさえこの島を避けて通っていくようになりました。ポベリア島行きを承諾する船を見つけられる可能性はゼロに等しいでしょう。39号室、北朝鮮。39号室という呼び名はホラー映画を彷彿とさせる呼び名ですが、この部屋では実際にホラー映画やバイオレンス映画のような恐ろしい出来事が起こったということも言っておかなければなりません。39号室は北朝鮮の首都平壌に位置しています。この部屋がある建物全体は政府の所有物であるにもかかわらず、39号室のドアの向こうでは違法な作戦が行われていました。つまり北朝鮮政府は39号室で何が行われていたかすべて知っていたのです。ある情報筋によれば、39号室は様々な違法な陰謀を計画するための場所であったということです。偽造文章の作成、偽造紙幣や麻薬の製造など、例には事欠きません。もちろんこの部屋への一般の人の立ち入りは固く禁止されています。エリア51、アメリカ。ラスベガス北西に位置するかの有名なエリア51を除いては、このリストは完成しないでしょう。この米軍基地は1950年からアメリカ政府により秘密裏に用いられたのですが、具体的にどのような目的で使用されたのかは今日に至るまで誰も知りません。その一方でエリア51については様々な噂が流れています。ある人は基地が核兵器の開発と実験のために用いられたと信じ、またある人は基地内に数十年前に地上に着陸した未確認飛行物体があると主張しています。公式データによればエリア51では戦闘用の飛行装置やシステムの試作品が開発されていたとのことです。現在基地上空の領域と基地への立ち入りは禁止となっています。スバールバル世界種子貯蔵庫、ノルウェー。世界中の農作物の保管庫はノルウェーのスピッツベルゲン島にあります。皆さんはもし自然災害や戦争により天然資源がなくなり飢饉が訪れたとしたらどうなるか考えたことはありますか？この問題を解決するのがスピッツベルゲン島の世界種子貯蔵庫です。この貯蔵庫には世界に存在する各植物の種子の何千ものサンプルが保管されています。これらの種子は新たな植物の栽培や地球上の全人類に十分な食料を供給するために利用されます。パインギャップ基地、オーストラリア。パインギャップ軍用基地はオーストラリアの中心の町アリススプリングスから南西に18キロほどのところに位置しています。パインギャップはアメリカとオーストラリアにより管理されており、国家経済にとって非常に重要な施設です。基地上空とその周辺の55,000kmの領域は立ち入りが禁止となっています。興味深いことにその理由は明かされていませんが、もしかするとこの基地は単なる軍用基地ではないのかもしれません。とはいえこの先真相を知ることができるとは到底思えませんが。ケイマーダ島、ブラジル。ケイマーダ島はブラジルの沿岸から 35km 離れたところに位置しており、楽園のような場所です。一方でこの島に行くには命を懸けることになるかもしれません。というのもこの島は毒蛇であふれかえっているのです。0.5平方キロメートルほどの面積に生息する毒蛇の数は約4000匹。
世界で最も危険な種類のヘビが住んでいるのです。例えば毒ヘビジャララカです。ジャララカに噛まれるとすぐさま人体の組織が壊死してしまうため、一瞬で死に至ってしまうのです。ジャララカの毒は他のマムシの5倍も強い毒性を持っているのです。このためブラジル政府は別名ヘビの島とも呼ばれるこのケイマーダ島への立ち入りを禁止しました。マウントウェザー緊急事態指揮センター、アメリカ。マウントウェザーは緊急オペレーションを行う際に中心となるセンターで、アメリカ軍や政府の高官の退避所ともなります。国家にとって致命的となる大きな脅威が発生した際には、アメリカでは政府の存続を目的とする OCG という作戦が発動します。つまりバージニア州に位置するマウントウェザーは政府の重要な機関としての機能を果たすのです。またマウントウェザーは安全保障局と連邦政府に無線通信を供給する役割を持っています。アメリカ大統領はこうした情報に直接アクセスする権利を持っており、利用可能なすべてのデータを瞬時に転送することができます。マウントウェザーの基地の面積は434エーカー。基地の内部は A セクトと B セクトに分かれています。現在までのところ、この基地に立ち寄ろうとした一般人は一人もいません。この基地への立ち入りが許可されているのは限られた人々だけで、それすらも非常事態に限ります。まるでアメリカ映画に出てくる秘密基地やバンカーのようですが、マウントウェザーはそうしたフィクションの産物ではなく、実際に私たちの世界に存在する基地なのです。さて、ご視聴の皆さん、今日はこれで終わりです。すぐに皆さんにお伝えしておかなければならないのですが、残念なことにこの恐ろしいリストにはまだまだ続きがあります。なので、もしリストの続きに興味がおありでしたら、いいねを押してくださいね。いいねが少ないと皆さんがこの動画の続きをご覧になりたいのかどうかわからないんです。それはさておき、皆さん、そういうわけで旅行する際には身の安全や観光マナーにはくれぐれもお気をつけくださいね。またお会いしましょう。